イム様が実は前半の海からもう予告され登場してたんじゃないかと。でもみんな意外とこの左上にある謎の太陽みたいなことってあんま言わないでしょ。確かに。そう。どうも、クッキーです。どうも、トヨです。はい。いきなりなんですけど、ワンピースで一番興奮するシーンってどこですか？一番興奮するシーンですか？それはやっぱり頂上戦争のナミュエルが出てきた時ですかね。えらい早口で言うて噛んでたよね。ナミュエルが出た時、まあまあそういうのもあるっていうと、もう僕が聞きたかった答えはそうじゃなくて、どういう場面が一番興奮するか、それいろいろあると思うんですよ。敵をね、ルフィがぶちのめした瞬間とか、何かちょっと一つ伏線が回収された瞬間とか、いろいろあると思うんですよ。僕はね、その中でも一つね、過去に出てきたキャラが再登場した時、熱いよね。それ例えばモブキャラだとしても、あの時いたあいつがここでこんな重要なみたいなことあるやんか。確かに。それがモーワンピーダとかね。スと扉絵ともモーダもそうだよね。だからナミュエルもそうかもわかんない。白ひげの隊長たちもまた出てきた時ってうわってなるやん。じゃあそのね、興奮冷めやなる展開って、期待しちゃってるのはエレンですよね。ありがとうございます。まさにそう言われると思ったからちゃんと伏線引いといた。作中きっての人気ボスキャラの一人、クロコダイルはすでにインペルダウンで再登場してるわけですね。そうじゃあ他にも再登場するキャラって何か予想できると思うんだけど、エネルはそもそも短期集中の扉絵連載で出てる。スペース大作戦でね。あそこに出てたキャラっていうのは大概出るっていうような法則あるじゃん。そうですよね。扉に出たらね。このドアーズも書かれてるわけよ。しっかりご丁寧にね。確かに確かに。でそのエネルさんがどう登場するかって考えたらどうすか？それは僕やっぱりね、ワノ国に来ると思うんですよ。そうそう、過去にまで僕ら考察会を上げてるんで、もしそうだったら見てみてください。で、今日はサムネやタイトルにもありますように、イム様が実は前半の海からもう予告され登場してたんじゃないかと。90巻に出てきた黒い影ですよね。そうそう、イム様が出てきたように皆さんご存知の通り、この90巻の、レベリー編と言われるところなんですよね。ドレスローザが終わって、バリージョアに移動して、急になんか、このとんがり帽子みたいなの被った男か女かも分からへんキャラがコツコツ歩きながら、巨大な麦わら帽子眺めてるみたいな、だったじゃん。じゃあ、これ90巻で登場したって書いてあるけど、実は前半の海の時でも予告されちょっとうっすら登場してたら再登場と言えるんじゃない？そう。ちょっとそうやったら面白いと思わない？いや、めっちゃ面白いっす。そう、急に90巻に来て新キャラが出てくる漫画ってなかなか珍しいと思うよ。まあね。物語の重要人物でしょ、多分イムさんは。そうっすね。じゃあ、天下のね、伏線王の小田先生が、こんな90巻で急に新キャラを登場させるとは僕思えなくて。なるほど。ちょっとモヤモヤしてた。そしたら、考察好きの小江ちゃんクルーから、ちょっとね、お便りいただいたんですよ。こういう描写あるんだけど、どう思いますって。それ見た時に、もしかしたらありえるかもって思いた。で、その方の許可をもらって、ちょっと今日は、プラスアルファのエッセンスを交えて喋っていこうと思ってるんですけど、まず、イム様って言ったら、何ですか、特徴的なのは。それはやっぱりね、花の間にいまして、パンディア城の花の間にいまして、花の間って言ったよ。そう、ナイフでいろんな人に手配書させたりとかして、で、コツ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 ってヒールみたいな音をはるかしてね。あなたあれやね、今日僕が求めてる答えと全く逆のことをまあ言ってくれるよね。そう、皆さんはそう思ってるよね。そう、イム様って言ったら目だよね。目ね。そう、特徴的な目。だって目しかよく分かってないんだもん。確かに。こんな感じでなんか覗き込んでる感じのさ。そうですね。怖いやん。じゃあ30丸になってる目って他に誰がいたんだったっけ？ミホークとゾウですね。そう、ズニーシャさんね。これを画像今出てるから見てもらったら分かる通り、まんまなんだよね。まんまですね。そう。これ作中に3人しか今のところ確認できてないんだけど、あえて書いてないだけかもっていう描写もあるんですよ。どういうことですか？まずね、皆さん手元にコミックス用意してほしいんですけど、こちら49巻をちょっと手元に取ってほしいんですよね。49巻のね、こちら472話ダウンなんですけど、ここでエネルがフェアリーバースを求めて月に行って壁画を見てるんですよ。でそこでちょっと首をかしげてるんですよ。じゃあここでみんな見ることって、例えば月の民ってこういう人種がいたんだな、3種類いるのかなとか、でこれってもしかしたらポセイドンなのかなとか、太陽類なのか、謎の船がこれ反対から見たら麦わら帽子じゃないかみたいな考察もされるじゃないですか。でもみんな意外とこの左上にある謎の太陽みたいなことってあんま言わないでしょ。確かに。実はこれってスペースが空いてるから書いてるんじゃなくて、具体的な依頼
ラストにみんな目が行きがちなんだ。こっちが考察ポイントになりがちなんだけど、実はこの太陽の方が意味があるんじゃないかと思ってきたんですよ。なぜかというと、まずこの太陽みたいなやつね、上半分が書かれてないんですよ。そうっすね。つまりこの太陽みたいなやつに鼻と口は確認できるんだけど、目が分からへん。鼻と口。鼻と口。おお、なるほどなるほど。だから昔からさ、ラーの鏡とかさ、太陽神とかさ、太陽に目とか口とかついてるやん、擬人化してるやん。確かに。でもこの目だけ見えてないっていうのは、今思ってみれば不自然だなって思ってるんですよ。そうっすね。じゃあこれ、太陽だと仮に仮定した時に、周りにこういうなんかポツポツポツっていうなんか太陽のフレアみたいなのあるじゃん。じゃあそれと同じようなデザイン、どっかで見たことあんなっつったら、こちらなんですよ。ドン。おお。こちらね、名前は箱舟マクシム。そうですよね。これでエネルは月へ行ったわけなんだけど、フェアリーベースですね。そう、じゃあそもそも、空島でしかね、はい育ったことのない、文化に触れてないエネルが、なんでこのデザインを描けてるんだろう。多分エネルは監修してるはずなんで、いろいろ。そりゃそうですよね。そうそう。空島にそういう文献とか本とかいろんなものがあったかもしれない。全部ね、燃やしちゃったみたいなことも書いてあったやんか。そういうとこは学んだのかもしれないけど、なんでいちいちこの船にこの顔いるの？よく見てよ、この顔の周り。ポチポチあるんだよね。ポチポチありますね。そう、これってさっきの壁画に描かれた太陽と、もしかしたら同じなんじゃないかと。エネルの性格を考えたらすげえ神っていうことにこだわりやんか。そうっすね。だから神って横のところにステッカーみたいなの貼ってるのもわかるデザインで。でも、額に神とか描きそうやん。なんか筋肉マンの肉みたいな。確かに。でも、あえて額にはそれを描かずに、謎の模様みたいなのを描くわけね。わざわざ黄金でね。そう、黄金で描くんだけど、そういうとこも太陽を象徴してるのかなと、思えてくるやん。で、もう一個このね、マキシムには、今更になってすごく不自然な点があって、なんで目を描き込まないのって。思わないですか？確かに。そう。だからこの目こそがあの目かもしらんのよ。ぐるぐるぐるの。そう。じゃあこれにちょっと合成して目を描き込んでみたものがこちらです。どうすか？進撃の巨人剣が生み出した壁から出てきそう。そうそう。ちょっと恐怖を感じる。怖い。恐怖こそが神なのだ言うとるから。確かに確かに。そうなんだけど、あえて目を描き込まなかった理由って、この目をここで使いたくなかったからかもしれないです。なるほど。そう。で、壁画の目とイコールにさせたくなかったからかもしれない。ちょっとしたヒントは小田先生出してないけど、確信に迫るようなことをここで書いてないみたいな。あえて。そうだから、このなんとなくの形とか、フェアリーバースを目指すことに目的を向けさせといて、この船の構造と造形のことって、あんまり触れられないようにしてる感じがしちゃったんだ。なるほどな。そうそうそう。じゃあこれに目を入れた時に、実は太陽も上部分がしっかり描かれてたとしたら、想像で描いたらこちらになります。こんな感じになりますね。そう。ありえそうや、なんか。じゃあね、さっきの書き込んだ目のマキシムと90巻で出てきたイム様の写真を比べてみると、結構この鼻筋のこのとんがってる感が似てるんだよね。確かに。そう。意外とイム様バンって光当てられたら、この顔かもわかんないですよ。これは確かにイム様の技術やったら空飛ぶ船作れるわ。だからもともとビルカっていうところを支配してたのがイム様なのかも。それ何かの理由で地上に降りてきた時に、自分のことを象徴するものの顔にしたんじゃないかみたいな。確かに。だからイム様がなんか初めて見た時に、これほんまに初登場なんかっていう違和感ずっとあったんだけど、このめちゃくちゃ忘れた空島っていう超重要な伏線の塊みたいなストーリーあるやん。確かにな。未だにだってボスが行方不明なんやもん。そうですね。どうなったかよく分かってない未だに。それがまた和の国で戻ってくるって僕らたちも思ってて、そういう世間でも言われてたり考察するんだけども、この船で戻ってきた時にいよいよこの顔の意味みたいなのが分かると、二度美味しいってか、エネルでも美味しいし、この船の意味も分かって美味しいみたいな。すごい。最近なんか僕さ、異様にやっぱパンダマンにこだわってんだよね。そうですね。そう、シャンクスじゃないかみたいなことも言って、ちょっと僕は笑い話程度ね、本当に真剣に言ってるというよりも、こんなんって面白いなみたいな。でパンダマンはある意味こう本当に重要なところで重要なことやってそうな気がするんだよ。確かに確かに。じゃあね、この68巻、ちょっと話飛ぶんだけど、このパンカハザード編の68巻のカバーをめくると、どこに今回パンダマンいるのかなって見た時に、表にはいないんだよ。裏表紙におんだよ。どこにいると思う？おお、太陽に食われてる。そうなんだよ。これ急にこの謎の太陽が出てくるんだよ。で飲み込まれてるんだよ、パンダマンが。やば。この太陽の目も何重かの目なんだよね。だから太陽にも目がある。確かにワンピースの世界では。これ他のが太陽ないんすか？ない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 。ほら。ない。待って、なんで出てきたそう、急に出てきたんです。なんでだからパンダマンってもしかしてシャンクスじゃないかとか神なんじゃないかとかいろんなことをこの前言っちゃったけど、それすらも飲み込んでるわけ。この太
太陽の伏線やばくないっすか？やばい。すごい。脈絡もなくこれ出てくるんで、まあそう考えると箱舟自体がイム様の乗り物かもしれないよねとか思うと、実はイム様は90巻で初登場してるように見せかけて、それまでにもイム様的な存在を匂わせよう、気づいてないだけでもっとたくさんあるかもしれないんだよ。だから箱舟なんすね。そうすごいやん。すごくない？すごいっすね。そう、これちょっとすごいと思って。すごいわ。そう、だから妄想も多いんだよ、今回は。はい考察というよりも。はいはいでも、こうなったら面白い話の一つになるでしょ？めっちゃすごい。だからエネルが神。なるほどね。そうなの。ちょっとすごいっすね。えらい喜んでくれてるやん、今日。あどないしたんですか？びっくりしすぎて、あらーっていう別の神言うてもうだもん、今。ほんまや、もうちょっと神が渋滞してるよ、ちょっと。違う神が。すごいっすね。ねじゃあこれ、あれ意味あるやつ、実はこれも。あ、そうや。これもだからそうや。結局はそういうことやねん。目描いてないの？そう、小屋ちゃんフラワーも結局そういうことやねん。これミホークの目描いたやつ入れたら多分めちゃくちゃ希少だな。はい、今日のイム様の回いかがでしたでしょうか？すごいこういうちょいちょいね、面白い気づきがあったり、はい視聴者の方もちょっと教えてくれたりするんだよ。ほうそういうのにまとめて紹介してほしいよっていう人は、チャンネル登録と高評価をしててください。また、高評価500以上で次の考察やっていきたいと思ってます。本気の考察やったな、これ。でちょうどね、これも来てるし、今。すごいなすごいよ、なんかね。じゃあ僕もエネルのやつ一つ言うとくわ。はいこれね、万華鏡車輪だよね。つく呼びや。はい、今日も動画見てくれてありがとうございました。ありがとうございました楽しかったですか？楽しかったよー。今僕たちね、TKF オンラインというそ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 う。ネットショップを開業してるんですけど、そうなんですそこでは小江ちゃんグッズとかも買えるんで、ぜひ見てくださいね。こんなトートとかも売ってます。素敵でしょ。これね、箱舟小屋って言われてる船ですね。早速今日のやつに伏線あるんよ。これはね、ちょっと気持ち悪い太陽とかついてないんで。あ、そう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 。ここの選手にはしっかりね、小江ちゃんのこのマークのやつがね、そうそうそう気づいてるよね、みんなね。で、ここにもしっかり目がそのうち描かれる日が来るからね。あ、なるほどなるほど。バージョン2を期待してください。こちらはね、TK ブルームシップ号っていうそ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 う。はい、小江ちゃん来るみんなを乗せて運んでるっていう設定なんでね。そうやね。で春先とかね、こういう色合いも持ちやすいと思うんで、前よりちょっと大きめのトートを作ったんで、ぜひはいご興味のある方、他にもたくさんいいグッズ売ってますんで、そうっすね。はい、概要欄見てください。はいお願いします。はい、それでは、グッズ見てね。はーい。単純に生理的に受け付けてるんですよ。二度ととかね、言われるからね。やばくない？エルバ船合体技祭り起こると思うんですよ。お、いい考察だね、それ。そう。今日も一日お疲れ様です。小江ちゃんクルーのお待ちかね。 Twitter、LINE アットもやってるよ。絶対フォロー、チャンネル登録してね。お風呂の前は、小焼きチャンネル